日本列島を熱狂の渦に巻き込んだ WBC2023。日本代表侍ジャパンは決勝でアメリカと対戦。激戦の末、3対2で勝利し、3大会ぶり3度目の世界一に輝きました。数々の名場面が誕生した今大会。準決勝メキシコ戦での奇跡の逆転劇に、周東選手の存在は欠かせませんでした。9回、先頭で大谷選手が二塁打を放つと、続く吉田選手も四球を選びました。周東選手は一塁に出た吉田選手の代走として出場。ホームに帰ればサヨナラとなる大事な走者でした。村上選手の打球が中堅方向へ飛んだ瞬間、迷うことなくスタートを切り、二塁ベースを越えて加速。最後は大谷選手のすぐ真後ろまで迫り、大谷選手が同点のホームを踏んだ直後、見事なスライディングでホームインしました。この周東選手の快速ぶりには国内外から驚きと賛辞の声が集まっています。日本のツイッター上では、周東の足、周東は一塁でも得点圏がトレンド入り。ネット上にはこのような声が寄せられました。令和の韋駄天、来るべき時に完璧な仕事をこなす、まさに日本の職人。足も素晴らしいけど、一瞬の判断は天才的。ホームインしたのは大谷選手かと思ったら日本チームが大騒ぎしてて、それが周東選手だと気づいた。スライディングからのジャンプが美しすぎて何度見ても鳥肌。アーモンドアイより速いって噂は本当だった。吉田を下げてまで周東を出して勝負に出た栗山監督の采配と、期待に応えた走りはお見事。また、海外の野球ファンも周東選手の活躍に対して、信じられない。めちゃくちゃ速い。ジェットエンジンを積んでたね。テレポートしたような感覚。彼は大谷が走るか決めた時には二塁にいるね。大谷が得点して、振り返ったらもう得点していた。彼はそれほど速かった。最初はベンチから出てきた選手かと思ったよ。日本は史上最高のベースランナーも含め、最高のメンバーを揃えているね。8回に中野を使って、彼を温存した栗山の素晴らしい采配だ。すごいエンディングだったね。日本はなんという素晴らしいマネジメントをするのだろう。劇的勝利に貢献した周東選手は試合後のインタビューでこう語っています。絶対に点差は詰まると思っていました。6回から少し動き始めて、7回くらいからはいつでもいけるようにしていました。出てくる投手も大体わかっているので、映像を見ながら気持ちの準備をしていました。いかに自分を落ち着かせられるかということが大事だと思うので、気持ちの面での準備を一番大事にしていました。自分が帰ったらサヨナラ勝ちだ、と思いながら代走に入りました。村上選手が打った瞬間にもう超えると思ったので、勝ったなと思いました。打球が抜けると思った段階で、転ばないように走ろうと思っていました。本当に一番大事な場面でホームベースを踏めてよかった。自分の中で財産になったというか、すごい、いい経験したなと思います。達成感ありますね。世界一になれて、その中で貢献できたということが、すごく良かった。僕の今後の野球人生に財産として残るような大会だった。貴重な時間でした。楽しんでやるのが一番だな。野球は楽しいものなんだなというのは再確認しました。と振り返りました。この走塁に、村上選手は、走者が周東さんだったので、サヨナラだと思った。と述べ、吉田選手は一番早いので絶対帰ってきてくれると見ていたとコメント。ヌートバー選手は大谷を追い越しそうだったと語っていました。周東選手の高校時代の野球部監督は、打球の判断と思い切りの良さは練習で培ったもの、努力の賜物だ。高校から走力は抜群だったが、タイムを計測して短縮に努めたり、投手のモーションを盗んで走る練習に打ち込んだりと武器を磨いていたと明かし、栗山監督にいい形で使ってもらえたのもありがたい。結果として周東選手の足の凄さが際立つ起用になったと話していました。日本代表を率いた栗山監督は、困った時絶対に必要なピースのうちの一人と周東選手の選出理由を語っており、素晴らしいスピード、ベンチから見ていても思った以上の瞬発力だったり完成だったりを見せてくれると絶賛。もっとすごいことを WBC でやってくれることを信じていますと大会前に話していたが、周東選手はその期待に見事応えました。また栗山監督は
大事な試合になるほど最後のイニングは難しくなる。必ず最後にチャンスがあると、選手たちが追いつくと信じて見ていた、と話しました。米メディアから称賛の声。周東選手の活躍に、米メディアからも興奮と称賛の声が上がりました。スポーツ専門局、ESPN でコメンテーターを務めるクリントン・イエーツ氏は、ボールがまだ空中にある時に、周東がどこにいるかを見て、とんでもないです、とツイートし、そのスピードに驚きを隠せない様子でした。ワシントン・ポスト紙は、サヨナラのホームインをした周東は三塁を回る大谷にもうすぐで追いつくところだった。大谷の足は決して遅くないと伝えました。米アナリストのジェレミー・マシーノ氏は、このサヨナラ打で最も注目すべきは、右京周東が 30.4 フィート、約 9.3 メートルのスプリントスピードに達し、一塁からホームまでわずか 10.3 秒、正確には 10.28 秒で、三塁からホームまでは 3.08 秒で到達している。ほとんどの選手は、このプレーだと間に合わない、とツイート。同じくアナリストのデビッド・アドラー氏は、時速30フィートは MLB のエリートスピードだ、とツイートしました。MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者は、2023年の WBC の MLB 球場で行われた試合の中では、一塁からホームに到達した 10.28 秒は2番目に速い、と驚きを綴っていました。周東選手の父、貴信氏は以前、周東右京の名前の由来は90年代に F1 レーサーとして活躍した片山右京から取ったと話していました。片山は F3 から自力で F1 へとステップアップしていった。単身で海外に渡ったのがかっこいい。私は群馬から離れられなかったので、自分の息子には自分の力でのし上がってほしいという気持ちがあってつけました。野球は塁間など世界共通。せっかくなら世界一になってもらいたい、と願っていた父の思いを実現した周東選手。大会前、周東選手は自身の WBC 出場と侍ジャパンでの立ち位置についてこう語っていました。長所を磨き続けたところが一番良かったと思います。足が速いけど打てないからってバッティングを伸ばそうと考えるよりも、まずは走塁面をどう伸ばすかを考えていました。接戦のとこにダイソーで行って、いい走塁をできるっていうところを求められていると思いますし、これから大事になってくるとこに良いパフォーマンスができればなとは思ってます。チームが苦しい時に行く場面も多いと思うんで、そこをしっかり空気を変えれるようにしていきたいです。有言実行。見事な走塁で侍ジャパンの優勝に大きく貢献した周東選手。今後の活躍から目が離せません。以上、今回は世界を驚かせた周東選手の活躍と国内外の声についてお届けしました。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。